今回は大阪冬の陣について解説していきます。目次はこんな感じです。はじめに大阪冬の陣がどんなものだったのかをざっくりと説明します。大阪冬の陣とは、豊臣家と徳川家が9万人と20万人で戦ったというものです。ただ、9万人と20万人と言われても実感が湧かないと思うので、新宿にこの人数を配置してみたいと思います。まず、新宿駅の南口に寄っていきます。そこからウェンディーズとファーストキッチンがちょいちょい入れ替わるあの交差点に向かいます。そこに兵士を2人配置するとこんな感じになります。さらに豊臣方の9万人を配置するとこうなります。これを上空から見るとこんな感じに。さらに建物をどけるとこんな感じになります。例のウェンディーズの交差点を起点に、西は京王プラザホテル、北はあの特徴的な建物の先まで埋まります。続いて徳川方の20万人を新宿の東口に配置してみます。こちら側もビルをどけてみます。ルミネを起点に、北は歌舞伎町の奥の方まで、東は映画館が入っているバルトナインまで埋め尽くされます。そして両軍を比較するとこんな感じになります。そんなわけで次は大阪冬の陣に至るまでのざっくりとした経緯をおさらいしておきたいと思います。まず豊臣秀吉という人がなんかいろいろなことをした結果、天下統一を果たします。その後もいろいろなことをやってからこの世を去ります。そこから豊臣秀頼が後を継ぎ、いろいろなことがあって関ヶ原の戦いが勃発し、東軍が勝ち西軍が負けます。ここからは大阪冬の陣が何をきっかけに始まったのかを説明していきます。関ヶ原の戦いの後、争いは収まり、実質的な権力を握っていた秀頼の母親、淀殿は徳川家康にこう頼みます。これに対して家康はこう返します。ところが、実際はこういうことを考えていました。そんな中、こういう事件が発生します。何があったかというと、豊臣家が再建したお寺の鐘に、こういう文字が入っていたのです。見ての通り、家と康が分断されていますが、拡大解釈すれば、家康に対する呪いとも取れるわけです。ということで、これをチャンスと捉え、こういうイチャモンをつけ始めます。これに対して豊臣方焦ります。徳川家康という有力な後ろ盾を怒らせるわけにはいかないのです。そこで誤解を解くために片桐勝元という人を家康のもとに送り込みます。そして必死にこう伝えるわけですが、家康これを突っぱねます。ただ条件次第では許してやらんこともない。ということで、こういう条件を提示します。天下の豊臣家に対して屈服しろと言っているようなものなので、もはや正気の沙汰ではありません。そして片桐勝元、その結果を大阪に持ち帰り、わけのわからぬ条件を提示されたことを報告します。このにわかには信じられない結果を受けて、豊臣方どうしたものかと悩みますが、特に妙案は浮かばず、仕方がないので再度使者を送ることにします。で、こういう人が行って帰ってきてこう報告します。どうやら
家康はもう怒ってはいないようだと安心しますが、そうなるとこの前の意味のわからぬ条件を持って帰ってきた片桐勝元は何だったのだ。あいつ豊臣家を裏切ろうとしているんじゃないのか。裏切る前に始末してしまうかと話がどんどん飛躍していきます。そしてその話を聞きつけた片桐勝元、こう思い、愛想を尽かして徳川方に出奔してしまいます。さらに徳川家康はこの状況を利用し、交渉、決裂、並びに攻撃を宣言し、大阪冬の陣が開始されることになります。ややこしくなってきたので、話をすごく簡単にまとめると、天下を取りたいと思った家康が、寺の鐘がどうのこうのとイチャモンをつけて、飲めない条件を突きつけて、条件を飲めなかったから攻撃したというものです。続いては大阪冬の陣を見ていきたいと思います。まずは概要から。ここではそれぞれの戦力的な特徴を確認していきます。まず人数です。動画の冒頭でお伝えした通り20万人対9万人であり、徳川家が有利です。続いて参加した武将たちの構成を見ていきます。記載の通り徳川方が有利な構成となっています。これを少し詳しく見ていきます。信長の野望のパラメーター値を利用して徳川、豊臣、それぞれの参加武将を武力と政治パラメーターでマッピングしたものです。これを見ていくと徳川方は武力も政治力も高い大名たちが揃っていることがわかります。つまり武力も政治力も高いオールスター軍団を結成して大阪冬の陣に臨んだわけです。一方で豊臣方はどうだったかというと、こんな感じでした。この多くは実力はあるものの過去に出世コースから外れ浪人として細々と暮らし、この戦いで再起を図ろうとしていた浪人たちでした。というわけで人数でも構成でも徳川方が圧倒的に有利な戦いだったわけです。続いて城という観点で見ていきたいと思います。現在の大阪はこのようになっています。そして当時はおそらくこんな感じだったのだろうと思われます。そんな大阪城を少し見ていきます。まずは南から、現在の谷町あたりから大阪城を見た景色です。堀や城壁に加えて武家屋敷や寺など建物をたくさん配置することで防御力を高めています。続いて西から、心斎橋、船場あたりからの景色です。こちらは川が多く流れており攻めづらい構造になっています。またそれに合わせて船着き場や問屋などが密集しており、結果的に防御力を高めています。続いて北から、大阪天満宮あたりからの景色です。淀川という大きな川が城の防御を高めています。最後に東から、JR 大阪城公園駅あたりからの景色です。こちらは湿地帯になっており足場が悪いため攻めづらくなっています。つまりどの方角からも攻めづらく、まさに難攻不落の城だったわけです。というわけで徳川方は攻撃力が高く、豊臣方は防御力が高いという構図になるわけです。そのためそれぞれの方針はおのずとこんな感じになったわけです。このことを踏まえて次は大河ドラマのタイトルにもなった真田丸について見ていきます。話を少し戻します。関ヶ原の戦いの直前に徳川家康の息子
秀忠と真田昌幸が戦った第二次上田合戦というものがありました。真田昌幸は見事この戦いに勝利し、徳川秀忠を関ヶ原の戦いに遅刻させることに成功したわけです。ところが肝心の関ヶ原の戦いで西軍は負けてしまい、西軍についた面々は死罪や改易などの刑罰を受けることになります。当然真田昌幸、真田信繁もその対象で、結果として和歌山県の九度山というところに幽閉されました。そして真田昌幸はそこで生涯を閉じます。残された真田信繁は引き続き九度山で細々と生きていたわけですが、ある日大阪から使者がやってきて、徳川方と戦うことになったから大阪城に来てくれと言われ、こっそりと九度山を抜け出して大阪城へと入ったのです。さてこの大阪城ですが、北、東、西には川があり、攻めづらい一方で南側だけは陸続き。そのため徳川方が攻めてくるならば、この南側が主戦場になることが予想されたわけです。そこで真田信繁、大阪城の南側の防御をさらに高めるべく、ここに真田丸という出城を築きます。ではこの真田丸を詳しく見ていきたいと思います。まず出城の周りには堀が作られ、また正面には池を配置しています。また堀の外側、内側には柵を多数配備しています。攻撃された場合には敵兵の多くがこの柵を乗り越えて堀の中に入っていくわけですが、堀の中はこんな感じになっており、この堀を登ったとしてもやはりたくさんの柵を乗り越えていかねばならず、また仮にここまでたどり着けたとしても鉄砲や矢で攻撃されてしまうわけです。さらにこの出城の左右には馬出しが配備されています。敵に攻められた場合にはここから兵を出して攻撃に転ずることもできるわけです。こうして防御のみならず、いざという時には攻撃もできる戦略拠点を築いたわけです。そして東西南北どの方角からも攻めづらい最強の城となったのです。この最強の城に相対するは天下を狙う徳川家康。20万人の兵を率いて大阪城を取り囲みます。こうしていよいよ戦国史最大級の戦い、大阪冬の陣に突入していきます。はじめに徳川軍が大阪城をどのように包囲したのかを見ていきます。まずは南から。画面奥の真田丸の前には松平忠直、前田利常など有力大名を多数配置。また画面の手前、天王寺あたりには徳川家康、徳川秀忠が陣取ります。続いて西南方面、難波あたりです。こちらも毛利、福島などの有力大名が陣を構えます。次に大阪城の西、船場方面です。浅野、池田、鍋島などの大名が町を取り囲みます。今度は北、大阪天満宮あたりです。松平、本田などが陣を構えます。続いて北東、こちらも様々な大名の混成部隊です。なお真田信繁の兄真田信行の息子たちもここに組み込まれています。最後に東側、こちらは上杉景勝などが大軍を率いて構えます。こうして大阪城は東西南北全方面から包囲されます。さて徳川方の実質的な総大将徳川家康は天王寺にある茶臼山に陣取ります。そして各方面で戦うことは指示していたものの、こと
真田丸に対する攻撃は行わないように命令を出していました。一筋縄ではいかないため、慎重になっていたとかなっていなかったとか。さて、そんな膠着状態が続く中、真田丸の近くにある篠山という丘に、50人程度の真田の兵が現れます。そして徳川方の大軍に対して挑発的な意味合いで定期的に鉄砲を打ちかけます。これに対し攻撃をするなと厳命を受けているため追い払うこともできず、苛立ちのみが募ります。そしてその苛立ちが頂点に達した時に篠山への攻撃が家康から許可され、ついに徳川方が攻撃を仕掛けます。ただこの攻撃を察知していたのか、真田側はすでに兵を退去させており、篠山はもぬけの殻だったのです。呆然とする徳川軍を尻目に、真田丸からはこんな挑発が聞こえてきます。あなたたちは篠山で生地狩りでもするつもりですか？いつもなら生地もいるものの、あまりにも鉄砲が騒がしいから生地も逃げてしまったようです。見るところ手持ち無沙汰なようですし、この城を攻めてみませんか？一丁遊んであげますよ。こうして篠山を占拠することに成功するものの、出鼻をくじかれた徳川方のイライラはさらに募ることになります。さて、こういった戦いの裏で一つ事件が発生していました。豊臣方にいた南条元忠という人が、実は徳川家康に内通をしており、櫓に火をかけるのを合図に大坂城の門を開けることになっていたのです。なおこの内通は大坂方にバレてしまい、南条元忠は処刑されます。その上でこの内通を逆手に取る作戦が決行されます。大坂城の八丁目口総構の内側にいくつもの櫓が立っていましたが、このうちの一つに火をつけたのです。そして徳川軍は南条元忠が門を開けるものだと信じて八丁目口になだれ込みます。さらに今までの鬱憤を晴らすかのごとく真田丸にも攻撃が仕掛けられます。徳川方の兵士たちが真田丸の柵を壊し、その先にある堀を駆け下りて真田丸へ攻め入るべく次々と急斜面をよじ登っていきますが、真田丸から打ちかけられる鉄砲などに次々と撃ち落とされ、なかなか攻略ができません。一方その頃八丁目口には徳川方が集結し、大坂城の門が開くのを今か今かと待ち構えています。そんな中、真田丸の馬出しで攻撃をしていた真田の兵が一斉に出撃し、徳川方の土手っ腹に攻撃を仕掛けます。門がすぐに開くものだと油断していたこともあり、この攻撃に徳川軍は散々に打ち負かされます。こうして八丁目口はおろか、真田丸も攻略できないまま徳川軍は撤退を余儀なくされたのでした。そしてこの戦いにより、このまま粘れば勝てると豊臣方勢いづきます。一方の徳川方、このまま大坂城を攻めても勝ちを拾えないことを痛感し、作戦を大幅に変更します。それは本丸にいる豊臣秀頼並びに淀殿に直接的な攻撃を加えるというものでした。そこで大坂城の北側にカルバリン砲という大砲を配置します。そしてこの大砲を大坂城の本丸に向かってとにかくひたすらに撃ちまくったのです。秀頼も淀殿もこの攻撃に怯えながら、それでもまだ勝てるのではないかとわずかな希望を胸にこの状況を耐えますが、ついに攻撃が天守閣に命中し、淀殿の次女数名がこの攻撃に倒れたのでした。これで完全に心を折られた豊臣方はついに諦めて徳川方と和議を結ぶことにしたのでした。なお和議の内容ですが、
豊臣方の命や領土は保証されました。ただし、その他条件として、最強の城と謳われた大阪城の主要な防御施設を取り壊すこと、また、人質を徳川方に差し出すことが盛り込まれました。その結果、徳川軍を散々に苦しめた真田丸は、当然のごとく取り壊されます。そして、大阪城の三の丸も、二の丸も取り壊されます。そして、天下随一の雄大さを誇った大阪城で、残された箇所は、たったこれだけ。もう何もありません。すってんてんのすっからかんです。さて、その後、どうなったかというと、半年ほどは静かな状態が続いたのですが、なんやかんやありまして、大阪夏の陣が勃発。徳川が再び豊臣を攻めて、豊臣方が負けます。そして、ついに徳川家康が天下統一を果たすのです。以上、大阪冬の陣についてお送りいたしました。次は、気が向いたら、大阪夏の陣について説明するかもしれないです。期待せずに次回作をお待ちください。